ボールペンの分解と組み立てを永遠に繰り返す、そんな人たちがいると聞きました。まず最初に AI ナレーターの声が聞き覚えのある人に似ているが、もちろんその人とは一切関係ない5人ラジオ。ウイルス対策の次は花粉対策。自宅にいる時間をもっと増やさなければならない今日この頃、いかお過ごしですか？引きこもり生活応援チャンネルの AI ナレーターです。引きこもり支援なる仕事があると聞いて、小遣い稼ぎの副業を探していた自分にちょうどいいかなと思い、いろいろと調べてみましたが、そうとしてこのビジネスはどうよと思ったので、今回のネタに採用しました。概要欄でお勧めしている引きこもり名人勝山純さんの本を参考にしながら、引きこもり支援の現状を現地調査も含めて調べましたが、実態は役に立たない就労支援の繰り返して当事者たちからの授業料や助成金を受け取るビジネスでしかないという結論に至ったのであります。厚生労働省のウェブサイト引きこもり対応ガイドライン一章引きこもりの概念によれば、引きこもりは単一の疾患や障害の概念ではありますと記載されていますが、引きこもり障害者年金や引きこもり障害者手帳のネット検索候補が現れるように、実態はセルフネグレクト、心の病で引きこもりたちをカモにした、かつて生活保護受給者をカモにした貧困ビジネスと同じ手法を用いた引きこもり支援ビジネスが横行している現実があります。引きこもり支援ビジネスで必ず思い浮かぶものに引き出し屋がありますが、それ以外の引きこもり支援ビジネスも引き出し屋からタワープレイの要素を排除しただけのものでしかない、意味のない存在であることが判明しているのであります。それでは引きこもり支援が引きこもりたちにとって意味のないビジネスであり、事業者の利権獲得の手段でしかない現状や、引きこもり支援がやっていることがなぜ意味がないのかという理由を検証していきましょう。1、ボールペン支援では就労支援の意味効果がない。勝山実さんの本を読んでいたら、ボールペン支援という言葉を見つけました。簡単に説明すれば、ボールペンを分解して組み立てる動作を繰り返すことによって、早く正確に単調な作業に耐えられる能力を身につけると言われていますが、ボールペンの組み立てにも機械化が進んでいる今の日本で、この能力を必要としている労働作業がどれだけ存在しているのでしょうか。このチャンネルをご覧の方なら、実際に製造業系の仕事についていなくても、お知り合いの方などから今の日本の製造現場では工作機械の操作や工程管理が中心で、他の事業系分野では製品の設置工事など単調な作業、ルーティンワークではないものが中心となっており、それらに適応できる多能工が求められている、そんな話を聞いていると思います。私が勤めていた製鉄会社でもさまざまな形状や材質の鉄鋼製品を扱っており、私と声のよく似た人が製品の加工に失敗して品種を買っていたと聞いております。ボールペン支援で身につけた能力しか取り柄のない人物では、彼と同じ過ちを犯す未来将来しか見えてこないのであります。ボールペンの分解組み立てを早く正確に長時間行える能力が活用できる仕事現場というものは、日本以外の国でも並立されることが現状ですので、引きこもり支援や障害者支援などに携わる者たちは、世間知らずなのか、他の就労支援プログラムを用意できないが、自分たちの仕事を確保し続けたいので、意味がなくなっていてもボールペン支援に固着しているかのどちらかでしょう。自宅が大好きな引きこもりたちにふさわしい飯が食える仕事とは何か。このチャンネルをご覧の皆様なら、おのずと答えが出てくるのであります。2、引き出し屋が答えを教えている。引き出し屋については今更言うまでもないでしょうが、
おさらいです。2024年の夏に逮捕者を出した無免許で油圧ショベルや散弾銃を扱わせた解体屋から生まれた引き出し屋が話題になりましたが、この事実からもわかるように、引きこもり支援は引きこもりたちにとって有益なものではなく、引きこもり支援を行っている事業者やそれに関わる行政機関たちの利益を生むために存在していることを改めて認識させてくれるのであります。いわば引き出し屋から暴力性、パワープレイの要素を排除したものが引き出し屋を除く引きこもり支援であり、障害者支援と同じことを心の病で引きこもりたちに施す勘違いの甚だしい強要行為で宙に飢えている実態が存在しているのであります。前室の引き出し屋では、連れ出した引きたちをタコ部屋を押し込んで、酒タバコスマホゲームに散弾銃三昧の日々を過ごさせていたと聞きますが、ボールペンの分解と組み立てを繰り返すだけの引きこもり支援施設も本質は同じものなのであります。おまけ、私たちが引きこもり支援ビジネスをやるとしたら、引きこもり支援ビジネスの闇を暴くなどと文句批判ばかり言うのなら、お前らはどんな引きこもり支援もやるんだよと文句を言ってくる引きこもり支援ビジネス関係者が現れると思いますので、当チャンネルが引きこもり支援をやるとしたらどんなことをやるのか、妄想をうんとたくましくして机上の理論を練ってみたいと思うのであります。まずは就労支援、パズルゲームの延長でしかないボールペンの分解と組み立ては就労支援として役に立たないので、それに代わる実践的なものとしてキーボードのタイピング練習を行います。文書作成やデータの分析などを行う際の基本的なものなので、ただ入力するだけでも自宅に引きこもってできる作業として価値があります。さらに引きたちの適性は様々なので選択が難しいところですが、仕事で使われる資格の取得、ここでは自宅の修繕にも使える第二種電気工事士でもやりましょうか。自宅を愛する引きこもりには必須の資格です。他にも自宅でできることが増えている現実に適合したタワポ職人養成や Excel のマクロをひたすら作り続けるのもいいでしょう。そうそう。パンケーキなどのお菓子作りもボールペン移住なんかよりよっぽど複雑だけど楽しみながら習得できる工程があります。安全管理や整理整頓清掃清潔習慣づけのコエスの習得にも役立つのであります。簡単に思いついただけでもこれくらいのことが必要だと思える。ただ問題なのはボールペンの調達よりも費用がかかるということ。それなら引きこもり支援などやめてしまえばいいのですが、仕事をしているふりをして助成金公金集中するのはやめられない。だから手っ取り早く仕事をしたふりができるボールペン支援になられるのでしょうか。引き出し屋に至っては自宅でゲームばかりして機嫌が悪くなると暴れ出す邪魔な引きが片付くのですから、産んで後悔した生き物が片付けられると、そう支払い額1000万円でも親たちが喜んで支払ってくれる。これほど利害関係の一致した美味しい商売はありません。かつて小森引子さんのチャンネルが荒らされていた時期がありましたが、前向きに自宅で引きこもっている人の存在が知られると、ボールペンの分解と組み立てを繰り返すことが馬鹿らしくなるので、引きこもり支援ビジネス関係者たちが必死になって彼女の存在を否定しようとしていたのかもしれません。まとめ、引きこもり支援とは、引きこもりに至った原因を解決することなく、ただ一方的にボールペンの分解と組み立てや無免許での油圧ショベル操作や散弾銃射撃を行わせる就労支援を延々と行わせることによって助成金や研修料収入を行うビジネスである。
きこもり支援の連中どもによる助成金という名の公的資金を吸い取る行為がなくなれば、日本の財政も改善される。これは引きこもり生活を望まない人にも影響を与えるものなのであります。引きこもり、存在自体が社会貢献。引きこもり生活を諦めちゃいかん。